あなたは人類史上最悪の美女をご存知でしょうか？舞台はスロバキアにあるチェイテ城。廃墟となっているものの今なお現存する古城の一つなんです。そんなチェイテ城なんですが、ある理由で有名になり、今なおメディアにたくさん取り上げられているんです。その理由は心霊現象。この城では数多くの悪霊が出ると噂されているんです。その正体こそ今回の主役エリザベート・バートリ。彼女は17世紀にチェイテ城に住む貴族だったんです。しかし高貴な身分でありながら殺人の罪で裁判にかけられることに。その殺害の手口は非常に恐ろしいもので、様々なフィクションにも登場するあるキャラクターのモデルにもなっているんです。それはなんと吸血鬼。そしてさらに恐ろしいのが彼女が殺害したその人数。エリザベートは少女ばかりをターゲットにしていたんですが、生涯で殺害したその人数はなんと650人にも及ぶんです。前代未聞の人数を殺害したエリザベート・バートリ。彼女はなぜそれほどまで多くの少女に手をかけてしまったのか。その動機には人間離れした彼女の異常な欲求があったんです。おそす、クリスマスに向けて結構焦ってるケンちゃんです。どうも、国民的吸血鬼ヤミヤミコ。さてね、本日ご紹介するのはですね、なんと少女650人も殺害した貴族エリザベート・バートリについてなんです。彼女はなぜそんなにも多くの少女の命を奪ってしまったんでしょうか。まずはエリザベートの生い立ちから見ていきましょう。貴族バートリ家。遡ること460年前の1560年、現在のルーマニア・トランシルバニア地方に1571年から1711年まで存在したトランシルバニア公国。エリザベート・バートリはこの地で生を受けます。バートリ家は国を代表する名家。なんとこの一族、隣国のハンガリーの王様やトランシルバニア公も輩出するほど、実際にエリザベート自身もかなりの権力を持っていたとされるんです。これほど高貴な血筋であるバートリ家なんですが、この一家にはある大きな特徴があったんです。実は家族の全員が性格に異常をきたしていたんです。全員ってそんなことあんの？全員イカれてたんむちですよ。ゃくちゃだからね、このね、トランシルバニア公国はね、もうね、あれに荒れてたんですよ。全員おかしな奴らに偉そうにされてたからね。まあ今のルーマニアなんですけど、もうね、最悪ですよ、この後も。例えばエリザベートの実の兄であるイシュトバンは女狂い。その異常な性欲を満たすべく名家の権力を悪用し、女性であれば年齢に関係なくちょめちょめを強要していたんです。またエリザベートの実の妹であるクララはとても歪んだ性癖を持っており、ちょめちょめ中に相手の首を絞めて殺害したこともあるんです。クレイジーすぎるでしょこれ。まあね、ここまでクレイジーだとね、なんでこうなったのかって思うじゃないですか。実はね、彼らが異常だったのにはね、あるね、明確な理由があったんです。揃いも揃って性格的な異常が見られることから、貴族の間ではある噂が流れるようになったんです。それはバートリ家の出生には何か秘密があるのではないかというもの。そう、彼らが噂されていた疑惑、それは近親婚。ご存知の方も多いと思うんですが、近親婚は身体的不自由を持った子供が生まれやすいとされているんです。そのため一家は近親婚を疑われるようになりました。ではね、実際ね、その真相はどんなものだったんでしょうか。噂通りバートリ家は財産や権力を保持するため長きにわたり近親婚を繰り返していたんです。エリザベートの両親も実の兄と妹が結婚した夫婦。そのためエリザベートにも異常が発現するんです。ですがそれは他の家族とは異なり身体的なもの。エリザベートが抱えていた問題、それは激しい頭痛。幼少期に発症した頭痛はなんと生涯にわたって続いたんです。辛いわね、そんなことあんの？でもね、まだね、この話にはね、続きがあるんです。そんなある日、エリザベートの人生観を変えるある出来事が起こるんです。その日の頭痛は特に激しく彼女をとても苦しめていました。痛すぎて頭が狂いそうになったエリザベート。すると何を思ったか、彼女はなんと自分を介護する女中の肩を食いちぎってしまうんです。いや、なんでだよ、おかしいだろ。自分で食ってんじゃなくて。女中はもちろん悲鳴を上げます。するとエリザベートに驚くべき変化が。なんと悲鳴を聞いた途端、彼女の激しい頭痛が治ってしまったというんです。いや、だからなんでだよ。その出来事は彼女にとって人生を一変させるものになったんです。よかったじゃん、エリザベート。よくないけどね、犠牲者出てるしね。まあそうね。皆さんがね、エリザベートだったらね、この後ね、どんな行動を取ります？このね、エリザベートね、この後もね、もう本当にね、もうとっちゃくそバッチクソマジってやばいんですよ。なんとエリザベートはそれ以来激しい頭痛に見舞われるたびに女中を襲い始めたんです。キモ。そして悲鳴を上げさせることで症状を緩和させるようになっていきました。何ちょっとやってみないと分かんないかなと。美味しそうね。
カップルチャンネルだと思われるのも嫌だし、いいっす、全然全然ね、もらってやってください。はい、僕は僕で探すんでね。はい、本当にいい、もう見なくていいから、もうね、皆さんの方見てください。はい、まあそんなねエリザベートなんですが、あることがきっかけでこの狂気の沙汰にねブレーキがかかるんです。唯一のブレーキ。1575年、そんなエリザベートにまたしても転機が訪れます。結婚し、子供を授かることになりました。夫の名はフィレンツ・ナダスティ。ナダスティ家は隣国ハンガリーの貴族で、その中でも指折りの富豪の一族だったんです。そんなフィレンツとエリザベートは幼い頃からの言い名付けであり、エリザベートが15歳の時に結婚したんです。この時に彼女は夫から田舎町にそびえ立つチェイテ城を譲り受けます。こうして始まった新婚生活。夫婦は5人の子宝に恵まれ、幸せの絶頂を迎えます。ですが、そんな夫婦にもある問題があったんです。実はフィレンツは軍を率いる優秀な指揮官。そのため1年間のほとんどを戦場で過ごしていたんです。その結果、エリザベートは結婚後間もなくチェイテ城で夫のいない孤独な生活を強いられることになったんです。まあ状況だけ見るとね、現代でいうね、まあ単身赴任みたいなこと、まあ日本でもあるじゃないですか。でもね、このチェイテ城っていうのはちょっと特殊で、周りにはね、もう田舎すぎて、娯楽が一切なかったんですよ。それ暇ね、で結構ねもう退屈な日々でね、このエリザベートはねそれがもう苦痛でしょうがなかったんです。しかしエリザベートの孤独を唯一紛らわせてくれるものがありました。それは自身の美貌。鏡の前でたくさんのドレスや宝石を身につけ、それを見て何時間も過ごしていたそうなんです。共感、私もずっと見ちゃうもの、こうやって、かわいい、そして美への関心は次第に依存となり、その執着はどんどん強くなっていくことに。一方で頭痛を和らげるための女中への暴行もさらにエスカレート。その内容はまさに猟奇的。女中の指と爪の間に針を差し込んだり、裸にして蜜を塗ったり、アリでいっぱいの地下牢に閉じ込めたりなど、謎。しかしこれでもまだ彼女の晩年の振る舞いに比べれば全然マシな方だったんです。エリザベートがさらに暴走するのはあることをきっかけとしているんです。それは夫フィレンツの死。エリザベートが40歳で起きた悲劇でした。あら、なんだかんだ夫が亡くなった寂しさでおかしくなっちゃったのかしらね、これね。夫からおかしいけどね。夫の死、それはエリザベートにとってある一つのことを意味していたんです。それはチェイテ城において最も権力を持つ者が自分になったということ。怖っ。こうして彼女の悪行はいよいよ歯止めが効かなくなったんです。だろうな。美への追求と女中への暴行が合わさった卑劣すぎる犯行を犯すようになっていくんです。夫が亡くなった悲しさでおかしくなったわけじゃないの、これね。そうなんですよ、実はね、夫のね、姑によってね、結構抑圧されてたので、完全に自由ではなかったんですよ。ですがね、夫が死んで自分がね最高権力者になった、城主になったってことなんですよ。なのでそこからねエリザベートはね、良くも悪くもね調子に乗っていったんですよね。美への極限すぎる追求。ある時、召使いの少女がエリザベートの髪をすく役目を担いました。しかし、少女は緊張していたため、誤って櫛に絡まった髪の毛を引っ張り、そのまま抜けてしまったんです。もっと抜けろ。美を何よりも大事にするエリザベートは、これで怒りが爆発。なんとその場で少女を殺害したんです。その時、ふと鏡を見たエリザベート、自分の顔に返り血がついていました。貴族の私の顔に召使いの血がついてしまった。エリザベートは非常に不快になり、すぐにその血を拭き取ります。しかし、その瞬間、思いもよらないことが起こったんです。なんと血を拭った箇所が前よりも美しくなっていたんです。彼女はこの偶然の奇跡に心底喜びました。この時エリザベートは40歳を過ぎて自分の美貌に自信を失いかけていたんです。そんなエリザベートにとってこれはとてつもない棚ぼただったんです。そして彼女はひらめきます。自分より若い女の生き血を浴びればどんどん綺麗になれると。血浴びたら綺麗になれるの？本当それ？なりません。なりません。もう当たり前なんですよ。これ医学的根拠はないんですよね。そしてね、これ完全にエリザベートの妄想なんですけど、彼女はねマジでねこっからねさらにおかしな狂気のね道を歩んでいくんです。エリザベートにとって自らの美が最大の関心であり、それを保つことが人生の最優先事項だったんです。そして彼女は少女を襲う連続殺人鬼に変貌するんです。彼女らの生き血を求めて。エリザベートの取った行動は完全に人間離れしたもの。彼女はまず召使いに命じ、殺した少女たちを縛り上げて生き血を採取。そしてそれをなんと浴槽いっぱいに溜めたんです。そしてエリザベートはその生き血風呂に湯あみをするかのように浸かります。まだ絞りたての温かいままの血を自身の肌にすり込み、シャワーのように頭から浴びたんです。そして極めつけはその生き血を飲んだんです。いくら綺麗になるためって言っても
それ私は無理だわ。まあそうっすよね。まあね、こんなね、生き血をね、こう吸うみたいなね、やばすぎるエリザベートだったんですけど、このせいでね、彼女はね、後に吸血鬼のモデルにもなったんですよね。はい。また少女たちの生き血を採取する上でエリザベートはある道具を使っていました。それは様々な拷問具。中でも有名なのが鉄の処女、別名アイアンメイデンです。このアイアンメイデンは観音開きになっており、箱の内側に取り付けられた針が箱に入った人間を串刺しにする拷問器具なんです。しかしエリザベートのアイアンメイデンは特注品、他のものとは少し違っていたんです。エリザベートオリジナルのアイアンメイデンは効率よく生き血を採取するための設計、血を集めるための管が取り付けられていたんです。このような拷問器具を使ってエリザベートは少女たちを殺害し、生き血を採取しまくったんです。ところが数年経ったある日、ふと疑問を抱きます。少女とはいえ召使いの生き血では美しさに対する効果が弱いのではないのかしら。むちゃくちゃじゃないですか。勝手に血取っといて効果ないとか。もうね、意味わかんないですよね。まあ効果ないですからね、そもそも。まあそうね。あと身分とか人間が作り出した虚構なんで、その人間に身分とかね、上とか下とかないから、もうなんか意味ないんですよ、もうマジで本当にマジで意味なく人殺してるんです、こいつ。はい。そこでエリザベートは自分より身分の低い下級貴族の娘たちに対して礼儀作法を教えるという口実で自らの城に召集、そして殺害し始めたんです。このような犯行は結局10年にもわたり行われました。最終的にエリザベートが命を奪った少女の数は650人にも及んだんです。しかしエリザベートが住んでいたのは田舎町。650人もの少女が姿を消したことを不審に思わない人なんているわけがないんです。当然エリザベートに疑念の目が向けられます。これなすぐ捕まんじゃないこれ。まあでもね、やっぱね、彼女権力者だったんですぐにはね、罪はね追及できなかったんですよ。腐ってる。まあ、ですがね、逆に権力が強すぎたがゆえに彼女はね、墓穴を掘ることになるんです。彼女は遺体の処理を全て召使いにやらせていたんです。彼女らは殺人を始めた当初は死体の一つ一つを丁寧に埋葬していたんです。しかしあまりに殺害の件数が増えすぎた結果、遺体の埋葬が面倒となり、最終的には何も処理しないまま城壁の外に投げ捨てるようになったんです。そしてこれが墓穴を掘ることになりました。投げ捨てられた遺体は近くに住む村人たちに発見されてしまうんです。その結果村人たちの疑念は確信へと変わりました。さらに監禁していた娘の一人が脱走に成功。その少女はエリザベートの悪事を全て暴露。これがきっかけとなり、ついにチェイテ城に捜査が入ったんです。捜査は驚きの連続。城の地下室にはあまたの拷問用具が、さらに遺体は見るも無残な姿にされ、まさに地獄絵図。ここでは言えないぐらいの悲惨なものだったんです。何人かの少女たちは救出されるんですが、無事とはとても言い難い状況。なんと彼女たちは死んだ仲間の肉を食べることを強要されていたんです。エリザベートの罪はこの捜査で白日のもとにさらされ、1611年に裁判が開かれます。彼女に協力していた召使いたちはいずれも生きたまま火あぶりの刑。ところが肝心のエリザベートの身の上はバートリ家の一存に委ねられることになったんです。そして一族協議の結果、死刑は免れるも代わりに死ぬまで城に幽閉されることが決まったんです。彼女は扉はおろか窓までも漆喰で塗り固められた小部屋に閉じ込められ、トイレもなく光もない生活に。欲望のまま暴虐の限りを尽くしてきたエリザベートにこの生活が耐えられるわけもなく、ストレスがたたったのか投獄3年目にして亡くなったそうなんです。というわけでね、皆さんね、いつもここまでね、ご視聴ありがとうございます。そしてね、今回ね、皆さんにね、折り入ってね、話があるんです。ちょっと飛ばそうとしたでしょ。残ってくれてありがとうございます。皆さんには言ってなかったんですけど、実は僕たちね、自分たちでね、会社をやってるんですよ。そしてね、ちょっとその会社で、あるサービスを開発しているんです。そしてね、このサービスの開発にあたってね、僕自身がね、ちょっとね、コードをね、プログラミングで書いてたっていうのもあって、ちょっと自分でね、やろうとも考えたんですけど、今僕たちやってる会社のね、代表なんですよ、僕が。で、ちょっと自分でコードを書くっていうことに関してね、限界があってですね、ここでね、ウェブエンジニアの方のね、募集をね、したいんです。全然アルゴメトリと関係ないんで、すいませんが。端的に言うとですね、ウェブエンジニアとしてね、うちでね、働きたい方がいたらね、ぜひね、概要欄のね、ウォンテッドリーの方からね、ちょっとね、応募していただきたいと思います。うちのね、会社ね、マジでみんな素敵なんでね、もう絶対にね、後悔させないんで、ぜひね、僕たちとね、一緒に働きたいと思ってくれるね、エンジニアの方、ぜひぜひご応募お待ちしております。メドラの皆さんもね、もしね、周りにね、素敵なウェブエンジニアさんがいたら、こういう人たちがいるよとね、ご紹介していただけたらね、ほんと嬉しいです。本当にすいません。ちょっと全然動画と関係ないんですけどね、ぜひぜひよろしくお願いします。これからもアルゴメトリをよろしくお願いします。